はい、皆さんこんにちは。アロマンチャンネルの高弘です。いやーもうここ最近はね、大量に冷たい水を飲むもんやから、お腹の調子がね、ずーっと優れないんですけど、皆さんはいかがお過ごしでしょうか？いやもうほんまにね、水なんかも常温の方がええっていうのは分かってるんですけど、暑いとね、どうしても冷たいの飲みたくなりますよね。はい。ということで、今週もですね、気合い入れて引き続き2階寝室の DIY を進めていきたいと思います。前回がですね、こちら、寝室側とウォークインクローゼット側を仕切るルーバーを作りました。いや、これがね、本当に我ながら力作で、このルーバーができたことによって、もう格段と寝室の雰囲気がね、良くなりました。はい。ウォークインクローゼットはこのルーバーができ、こっちの方にはね、可動式棚、そして奥の方にはハンガーポールとね、もう事実上、完成したようなもんですね。うん。はい。というような感じで、この2階寝室、順調にね、完成に近づいていっております。で、今回からいよいよね、家具作りにかかっていきたいと思ってるんですけど、まず手始めに作る家具が、ベッドでございます。いやもうベッドは寝室の顔と言っても過言じゃないんで、結構気合入りますね。でもベッドを配置する位置はもう決まってます。はい。以前ね、この面、壁のね、端から端までヘッドボードを作ったんですけど、これのこっち寄り、このルーバー寄りにドーンと設置したいと思います。今週はね、時間的にも結構タイトなので、もう早速ね、ベッド制作かかっていきたいと思います。ということで、今回も気合入れて頑張っていきたいと思います。やってくれ。よいしょ。ほんなら、今回ベッドはね、ダブルサイズのベッドを作りたいと思います。ダブルはだいたいサイズが横幅1400。こんなんか。1400。で、長さが1950。ここらか。こうか。なるほど、なるほど。ルーバーよりちょっとここはみ出すぐらいまで来るぐらいやな。ああ、いいね。オッケーオッケー。よし。よし。ほんならね、まずもう材の塗装からやっていきたいと思います。家具の場合はね、やっぱりどうしても塗装がいるのと、今回の場合なんかはニスをね、塗ったりもするんですよ。だからとにかく時間がめちゃくちゃかかるんですね。だから1週間で一つのものを作るっていうのは時間的にね、タイトなところがあるんですけど、もうでも何としても作ってしまいたいんで、ちゃちゃっとね、先塗装仕上げてしまいます。今回はこのね、1x6 材をベッドのね、こう巻く板に使いたいと思うんですけど、この材、もう事前にサンダー掛け終わらしてます。はい。もうサンダー掛けはね、絵面的に地味なんで、もう割愛することにしました。このベッドの巻く板もこちら。はい。うちでおなじみの自然塗料イロハの高ロゼンでね、今回も塗装していきたいと思います。やっぱりね、ちょっとでも早く塗装して乾かしておかないとね、1週間で終わらないですよ。だって塗装で、乾かすのも合わせて丸1日かかるでしょ？で、次ニスでも塗装して乾かすのに丸1日かかるでしょ？もうそれで2日潰れるから。ほんならね、塗装が乾くまでだいたい1日置かせましょう。よし。
よっしゃ、オッケー。これで一旦ちょっと組んでいってみよう。オッケー。オッケー。ほんならまず、ベッドのね、まあ土台となる台座っていうんですかね、を組んでいきたいと思います。オッケー。よっしゃ。オッケー。よいしょ。オッケー。じゃあ、オッケー。よっしゃ。オッケーオッケー。いいね。よし。これでとりあえず台座の骨組みは完成です。で、この外側に先ほどね、作った、幕板をね、最後貼り付けたらいいわけですよ。まあ、それはね、後々するとして、引き続き、この上の骨組みを次は組んでいきましょう。うまいこと作ったやん。あんたもすごいな。いや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 。いや、もうあんた、何でできるわけだ。いや、すごいすごい。で、そっちウォークインクローゼット。おお。イエーイ。やったはい。まあまあまあまー。いい部屋があったな。あ。はい。結構いい部屋になりました。うん。で、クーラーつけたら快適やん。そうですよ。うん。ガドリよんな。はい。まあもう、8月中に大体終わりそうです。そうか。あと家具だけなんで。家具と建具だけなんで。はい。ドア。うん。それだけ。よしよし。乾いたね。ほんならニス塗っていきましょうか。今回使うニスがこちら。アサヒペンの水性艶消しニス。で、色はクリアのやつを選びました。これね、油性塗料には本来油性ニスがいいと思うんですけど、でもね、前ヘッドボードに使った油性ニス、めちゃくちゃ乾きが悪かったんですよね。まああれはね、塗ったのが雨の時期やったからっていうのもあるんですけど、とにかく乾きが悪くて、で、やたらビカビカにツヤが出すぎたりとかして、ほんで塗っててもね、伸びがすごい悪かったんですよ。これちょっと使いにくいなと思って、今回ね、水性にしました。やっぱり水性は伸びがいい。薄く薄く塗れてる感じがするもん。
ほんなら次はこの先ほど作った台座の上に乗る骨組みを組んでいきたいと思います。よいしょ。はい。要はまあこんな感じですね。はい。まあこの下の台座はあらかじめちょっと小さめに作ってるんですね。で、その上にこれダブルサイズのマットレスの大きさで作ったのをこう乗せてるわけですよ。真ん中はがっしりしてるけど、この外の部分がちょっと強度が弱いから横木入れとこうか。よっしゃ OK。 よっしゃ、いいんじゃない？だいぶ強いっしょこれで。いいね。あ、この端の方もしっかり補強されました。完璧だ。よっこいせと。よし、ほんなら105角の足の裏に緩衝用のねゴム、を貼っていきたいと思います。よっしゃ OK。 完璧やん。 OK。 いいね。これでまあ土台となる骨組みは出来上がりましたよ。ほんならあとはこの上にマットレスを乗せるためのすのこを作るのと、巻く板を最後外巻くの。もうそれで終わりです。いい感じ。よっしょ。ほんなら下の台座の巻く板から貼っていきましょうか。下からこれなんぼや。102か。102やな。よっしゃ。やっぱり材が多少反ってるんで、角が綺麗にビシャって合うかがね、ちょっと不安ですね。こういう感じね。おっしゃ、いいんじゃない？
これでボンドつけてネイラーで留めていきましょうか。ああ、やっぱ反ってんねんな。下隙間できたな。ほら、上の方はくっついてんのに下はくっついてないもんな。ああ。よっしゃ。オッケーオッケーオッケー。ピタってくっついたね。完璧。おっしゃ。よし。よし。オッケー。完璧や。よし。こんな感じで下の台座だけは横幕板貼れました。いや、めっちゃいいんじゃない？おー、下から覗き込んでもいい感じですね。めっちゃいいやん。オッケー。ほんならここから、すのこを組んでいきますと。要はこれがすのこの下に来る足ですね。で、この上に、この幅85ミリの板がこう乗るみたいな、そういうようなイメージで作っていきたいと思います。このね、間の隙間が均等になるように、もう事前にこういうようにね、ガイドを作ってます。なので、これを当てて、ペタって当てて、つけていきますね。よいしょ。よいしょ。よっしゃー、ラスト1枚。きたー。オッケー、ついたー。ほんならまず、この下がね、今ちょっと長い状態なんですよ。なので余分なところをね、カットしていきます。
よっしゃ。気持ちいい。これたまらんぐらい気持ちいい。よし。ほんで、まあ今、すのこ、これがね、一体型になってるんですけど、これを3等分にしたいと思います。オッケー。いいね。じゃあ。これでスノコも完成ですわ。めっちゃいい感じやん。ほんなら、最後ね、この上側を囲むように幕板つけたいと思います。ってことなんで、一回ね、スノコはね、外します。やっぱりね、こうやって3等分にしたら、1パーツがね、軽くなって運びやすいんですよね。これがね、宙に浮かせながらやらなあかんので、結構しんどいっすよ。よし。よっしゃ。よっしゃ。オッケー。よしよしよし、無事幕板まで着きました。で、まあこれでね、ほぼ完成っちゃ完成なんですけど、あとね、もう一つだけやらなきゃいけない作業が残ってます。それがですね、こう横からね、覗き込んだ時に、ここのね、下の部分。今この4号角の骨組みがね、見える状態なんですよ。まあよっぽどこう下から覗き込まん限り見えないんですけど、ここもね、1枚こうベニヤでも貼って、下地がね見えないように処理したいと思います。よっこいせ。一回こうやって起こした方が作業しやすいな。こうでしょ。倒れてこんようにクランプで固定しよう。まさかルーバーがここで役に立つとはな。よし。オッケーオッケー。よっしゃ。ふぅ。よっしゃ。完成だ。ふぅ。
あっしゃー、できました。オッケー、完璧。めっちゃいいやん。はい、無事2階寝室のベッドが完成いたしました。いやー、なかなか今回もね、我ながら満足のいくものができたと思います。まあ今回はね、時間的にもだいぶタイトやったんで、途中ね、解説することなく、ただひたすら黙々とね、作ったんですけど、改めて、ちょっと今回の僕のこの作ったベッドのね、こだわりポイントをね、説明させてください。まず、一番のこだわりポイントが、フローティングベッドであるっていうことなんですよ。このベッドが浮いてるように見えるでしょ？このね、部屋のどこから見ても僕の目線の高さからやったら、下のね、台座が見えないんで、本当に浮いてるように見えるんですよね。ここら、入り口あたりが一番離れてるんですけど、ここであっても下の台座見えないもんね。よっぽどこうやってかがんで覗き込まない限り、下の台座見えないですからね。で、二つ目のこだわりポイントが、このね、まさに台座なんですけど、以前、1階の寝室で作ったベッドは、足がむき出しで、このように幕板で覆ってないんですよ。だから、ベッド下に、ホコリがね、すごい入るんですよね。でも、1階寝室はお掃除ロボットを導入してるんで、細かいホコリとか、猫の毛ぐらいやったら、お掃除ロボットが十分に下入って掃除してくれるんですけど、一つ大きな問題点として、お掃除ロボットが入れるっていうことは、猫ちゃんも入れちゃうんですよ。で、ミュウちゃんとシュンくんは、ほぼほぼベッド下に入らないです。でも、琥珀ちゃんはめちゃくちゃベッド下入るんですよ。ほんで、たまにベッド下で吐いたりしよるんですよね。そしたらもういちいち上のマットレスを一回起こして、すのこを外して掃除せなあかんわけですよ。それがとにかく邪魔くさい。いや、そこがね、本当に盲点でした。だから今回のベッドは、以前のベッドの反省点を活かして、もうベッド下入られへんように幕板で覆ってしまったわけですよ。でもこの上の幕板と床のこの間にはね、約10センチぐらいの隙間を空けてるんで、ここまでやったら十分にお掃除ロボットが入って掃除することができます。掃除機もこう突っ込めるしね。やっぱりね、その時は完璧やと思っても、後からね、予想だにしてなかった問題がね、起きることが多々あるんですよ。だから僕から皆さんへの教訓です。もしペットを飼われてる方は、ベッド下の隙間塞いでください。さもないと中でゲロされます。で、今回作ったベッドね、デザイン面は正直以前作ったベッドと結構似てます。なんですけど、今回は全体的にベッドの高さを低くしました。やっぱりネットでいろんな画像を見て参考にしたら、いいお宿とかに置いてるようなベッドってね、低いんですよ。多分ベッドを低くした方が雰囲気が良くなるんでしょうね。だからもんはとにかくパクったろっていう感じで低くしてみました。でね、この幕板には、ワンバイ材を使いまして、むく板なんでね、木目美しいですし、ところどころこういったね、節なんかもいい味を醸し出してくれてるなって思います。それと、この幕板ね、すのこからだいたいそうですね、4センチぐらい立ち上げてるんで、マットレスが綺麗にこの中に収まって横にずれないんですよね。そういったのもね、今回のベッドにおける地味なこだわりポイントです。はい。いやー、いいね。ほんでやっぱね、ダブルはでかい。これ、でけえ。いや、これ広いよ。今使ってるベッドがね、セミダブルなんですけど、ダブルはね、セミダブルより幅がね、20センチ広いんですよ。20センチは大きいよ。後々マットレス、布団、枕とかね、ちゃんと寝具を置いたら、より一層ね、このね、ベッドが美しくなると思います。ほんでね、今、ベッド置いてるこの位置、これね、寝て、上を見上げるとね、真上には、
ズドーンと梁があるんですよ。やばくない？これ見上げて寝れるん？えげつないねんけど。はい。というような感じで、8月はですね、この2階寝室の完成に向けて、残り突っ走りたいと思います。動画としては、あと3回アップロードできるんかな ?8 月は。それで大体残りの家具と、あと、建具ね、を作ってしまいたいと思います。ほんでね、それ以外の細かな装飾とかは、後々上げる総集編の時までに終わらせればいいと思うんで、95% ぐらいは、もうこの8月中に終わると思います。はい。なのでね、皆さんはぜひ、この寝室のね、完成を応援して、見届けていただけると嬉しいです。はい。とこんな感じでね、今回の動画は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。